にちは、もとこです。本日ご紹介する作品はこちらのビッグメッシュショッパーの編み方をご紹介したいと思います。こちらちょっと見覚えがある方いらっしゃるかなと思うんですけど、ちょっと前にアップしたビッグメッシュバッグのめっちゃ買いますね今日もね。ほんとどうしちゃったんだろう。ビッグメッシュバッグの編み方を応用した作品になります。このショッパータイプのバッグが欲しくて、絶対可愛いじゃんと思ってこの柄で編みました。間の長編みの部分を2段にして、ちょっとこうなんていうんですかね、メッシュの部分を減らすというか、間隔を遠くして、ちょっとこの詰まってる部分を増やした編み方になります。でね、なんといってもここの部分ちょっと長めにしたんですよ。こんな感じで、これをなんかこんな感じで肩にかけてラフに持ったら絶対可愛いじゃんと思って編みました。このショッパータイプって結構手に持つことが多いと思うんですけど、もうあちあちなんで、なんて言ったってその世界はね、もうあちあちなんで、なんか手ぶらでラフにゆるく出かけるのにいいなと思って、こんな感じで編んでます。もちろん手にもこうやって手に持っても全然問題のないサイズ。めちゃめちゃ可愛いですね。この赤がアクセントで、このシンプルな模様がなおよしって感じで、今ねこんな感じで巾着に荷物を入れてるんですが、これを畳むとこんな感じの細長いバッグになってます。なんかこれだけ見てもね、シンプルでめちゃめちゃ可愛い。でこれの編み方ももうめちゃめちゃ簡単。もう長編み長編み鎖編みをこう方眼状に編んでいくっていう形です。筒状に編んで、ハンドルも4本、このハンドルを4本つけて編んで、こういう風にねパタンパタンと、編み図には山折り谷折りって書いてるので、その部分で山谷で折ってもらって、底閉じる。でこの2つずつ半分に折ったハンドルを細編みでつなげるって感じで完成します。ぜひ編んでみてください。これはちなみにコード中細スーパーファイン3玉以内で完成しますので、ぜひぜひこの夏のねお出かけのお供に編んでみていただけたら嬉しいです。それではですね、編み始める前に概要欄に動画何使った、材料どのくらい使った、あとオンラインストアでも販売します。そしてそうちょっと話の途中になっちゃうんですけど、こちら、今回 AI でまた生成しました。こんな感じ。キーティのコード中細スーパーファイン、全色オンラインスタでは用意しますので、ぜひ見てください。ということですね、さっさと編んでいきましょう。編んでいくぞー。本日はこちらの糸使って編んでいきます。キーティのコードスーパーファインです。こちらのポップミント使います。そして使用するかぎ針は4号針で、途中からこちらの赤で編んでいきます。はい、まずは鎖編みを140目します。でちなみに今回は斜めの模様を全部で20模様のリピートで編んでいって、こんな風にサイドにマチを入れて折りたたむっていうデザインにしようと思っています。でこれを広げたい方は1模様が斜めなので7の倍数で7で増やすというよりかは14ごとに増やしていくといいと思います。それでは編んでいきます。1、2、3、4、5、こんな感じで鎖編みを140目編みます。ちょっと短めに編みました。編み図通りに編まれる方は140目編んでください。でこれをですね輪にします。この鎖の目がくるくるならない、ねじれないようにして、1目目の鎖に針を入れて引き抜き編みをここにします。こんな感じ。そしたら2段目編んでいきます。2段目はこの140目すべての目に長編みを編みます。1、2、3目
立ち上がり鎖3目です。でこの鎖3目は長編み1目とカウントされます。そして作り目の2目めを割って長編み、この時鎖1本と裏山を拾います。こんな感じ、下のこの鎖の下1本を避けてこんな感じで拾って長編み、こんな感じで全ての目に長編みを編んでいきます。1段目編み終わりました。そしたら立ち上がり鎖3目の3目目に針を入れて引き抜きます。そしたらこれが図案になります。この模様はこの長々編み3目鎖4目、この斜めの模様を繰り返していくことでできてます。で間に長編み全ての目を長編みで編むのが2段で、またここと同じ模様長編み3目鎖4目を繰り返す段、この 1,2,3 段を繰り返して編んでいきます。それでは編みます。立ち上がり鎖4目で長々編みを前段の長編みの頭に編む。そして1,2,3,4目編みます。で 1,2,3,4 目飛ばして長々編みをここで3目、これを繰り返して編みます。2段目編みました。こんな感じで3段目4段目は長編み全ての目に長編みを編んでいきます。3段目で立ち上がり鎖3目を編んだら、まずは前段の長々編みに長編みで、ここからはこの鎖を割って全部の目に長編みを編みます。で次の段もまた全部このようにして長編みを編んでいきます。結構ねこの長編みを編むのが根気がいるんですが、柄自体はすっごくシンプルなので、もう1段2段編めちゃえばあとは編み図を見ずともに編めるのではないかと思っております。途中まで編んだのがこちら、こんな感じで柄を作っていきます。長編みの段、長々編みと鎖編みの段、長編みの段、長編みの段、こんな感じ引き続き編んでいこうと思います。27段目まで編み終わりました。そしたら今度ハンドルを編んでいきます。こんな感じで、全部で4本ですね。今2本編んでいて、こっち側にも2本編んでいく。ちなみに編み終わりはここになります。で1枚目のハンドルは編み終わってそのまま続けて編んでいって、2、3、4枚目は糸をつけて編むという形になります。なのでこちら側糸をつけるとこ説明していきます。それでですね、ここの二股になっているところ、ここに1、2、3目があって、ここからこうつながるように編んでます。なので1、2、1、2で、ここの立ち上がり鎖3目ですね、27段目のここを、共有する形というんですかね、ここの端の1目にしていて、ここからはこう二股に2目出ている状態なので、糸をつけてこう編んでいくじゃないですかね。でこっちが編み終わったらここに糸をつけてこう編んできて、
でここの立ち上がり鎖3目、ここにもまた糸を編み入れる。そしたらこういう風に2目2目で端は3目3目というような形のハンドルになります。編み図でいうとこういった感じ、ここで編み終わってハンドル1枚目で2枚目はこの指定の位置に糸をつけて編んできて、ここにこういう風に2本長編みが編み入れられている状態となります。で今ここの2本編めてるので、今度こちら側から編んでいきます。それでは編んでいきます。ここですね、ここに2マスを分けて長編み、ここ長々編みですね、3目ある一番右側になります。でここ1、2、3目長編み糸をつけて編んでいきます。ここからは前段の長編みを拾って、まずはハンドル1段目はすべて長編みを編む。1段目編みました。メッシュのここ続いていくんですが、こっち側バックの前胴の中心側にあたる方は3目で、この谷の方ですね、こう谷になるんですが、ここハンドル2つになって、ここは2目です。ここ途中で間違えないように気をつけたいところではあります。そしたらハンドル2段目は長々編みなので立ち上がり鎖4目でここを2目で1、2、3、4で1、2、3、4目飛ばしてこんな感じで、この図案の柄に従って編んでいきます。こんな感じでハンドルが編み終わりました。そしたらここも次のハンドルもここにつけます。この3本あるこの真ん中3本ってここ3本からこの123ですね、この3の真ん中につけて12長々編み123長々編みで、ここは123長々編みという感じでハンドルをまた編んでいきます。1、2、3立ち上がりを編みます。そしてここは指定の位置まで長編みを編んでいきます。で指定の位置が1、2、3、4マス目のここですね。ここまでハンドル1段目を編んでずっとハンドルを編んでいきます。ハンドル4本編み終わりました。ハンドルはこの一番下ここの長編みが1段目で全部で22段編んでいます。それではこの今の状態から山折り谷折り折り曲げていきます。図案をまた後ほどお見せしますが、ここのちょうどこのハンドルが2枚になってるここが谷です。反対側も谷で、このハンドルの真ん中ここですね、ハンドルの真ん中が山になります。なので山谷山でここも山、こんな風に折っていきます。こんな感じになっていって、でこのバッグの底とこのハンドルを閉じていきます。
こんな感じです。この点々、図案の山折り谷折りと線の種類書いてあるのですが、ハンドルの真ん中が山折りで、このハンドルの脇の部分っていうんですかねが谷折りで、またハンドルの真ん中は山折りとなっております。ちょっとここずれているのでまた直しておきます。それではバッグの底を閉じていきます。ちょうどこの3目の真ん中につけてます。で、ここから拾って細編み編んでいきます。このリングつけてるところはもう編まずに、その隣の目拾います。これはバッグの作り目ですね。作り目を拾ってる状態。こんな感じで4枚あるので、作り目4本拾います。で、ここに糸をつけて編んでいきます。そしたらここからまず立ち上がり鎖1目で、また同じところに針を入れて細編み編みます。で、隣の目を拾って細編み、隣の目を拾って細編み、こんな風に細編みを編んでバッグの底を閉じていきます。で、この中心のところは、2枚しかない部分があるので、2枚しかないところは2本拾って細編みを編みます。こんな感じでバッグの底が閉じ終わりました。それでは最後ハンドルを剥ぎます。こんな風に山の部分で折ってあげて、この上端この4枚を重ねて細編みで編みます。この上端なんですけど、あんまりゴロゴロやっぱしたくないので、この外側の1本を拾って編んでいってあげると、いいと思います。この鎖の目を難しい方は全部こうやって拾っても大丈夫なんですけど、こんな風に外側1本ずつ拾ってあげるとバッグの底と同じぐらいの厚さに仕上がります。立ち上がり、細編み、こんな感じで細編みで編んでいきます。こんな感じでハンドル閉じ終わりました。こんな感じで剥ぎ終わったら、あとは糸始末をします。それでは最後にネームをつけます。この辺につけていこうかなと思います。ネームつきました。ではサイズを測っていきます。このマチも含めた横幅は26センチ。ちなみにこのバッグの底の閉じてる部分ですね、ここは14センチになります。で、高さが25センチかな、26ですね、26センチで、ハンドルが 23.5 センチ
となっております。重さは 102g、キーティのコード中細スーパーファインのタイプで3玉で完成です。いかがだったでしょうか。ビッグメッシュショッパー、ぜひ編んでみてください。結構ねサクサク編めますこれ。このタイプはね結構簡単に編めるので私も好きでよく編むんですけど、編むしこの形ってやっぱなんかちょっとおしゃれに見えるんですよね。大好きです。ぜひ編んでいただけたら嬉しいです。最後までご視聴いただき誠にありがとうございました。もしよろしければグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。またね、暑い。キーティキーティキーティの書籍3冊現在発売中です。ぜひぜひそちらもご覧になってみてください。